はい、こんにちは。ポジティブル可能性の会の太田です。今回は、なんで花屋が古い考え方でやっていけるのかっていう題で、はい、やっていこうと思います。よろしくお願いします。でね、今のね、20代とか30代の若い方って、お花屋さんで働いてみてね、思うことって結構多いと思うんですけども、なんでこんなに古臭いやり方してんのかなって思ったことありませんか？まあちょっとね、正義感が強い従業員の方とかは、まあ社長に提案したりとか、したことあると思うんですけども、全然受け入れてくれない社長さんって結構多いですよね。でね、なんでね、その新しいことに取り組んでくれないかっていうと、それは時代の背景があるんですよね。例えば、会社のね、社長さんが、40代以上の方だと、40代以上で僕43歳なんで、大体そのぐらいの年なんですけども、僕がやっぱり、お花屋さんに最初就職した時っていうのは、もう一元に秀でてれば OK みたいな。はい。ね、手に職をつければ、食いっぱぐれることないぐらいな感じの、一つのことだけをしっかりやっていけば、社会で通用する人間になれる、みたいな教えっていうのが、かなり多くあったんですよね。なので、その世代にそういうふうに教えられてきた人たち、40歳以上の方々っていうのは、やっぱりこう、新しいものへの取り組みっていうよりは、一つのことを淡々とやり続けるっていう、文化というか、習慣っていうのがもう身についてしまっているので、それで新しいことへのチャレンジっていうことに対して、もう今までずっとしてなかったもんだから、ね、今更できないっていう方が多いんだと思います。それで、花を使用する年齢層っていうのは、大体40代以上の方の方が多いんですよね。ただし、年々花を使用していく人の、ね、人口に対しての割合っていうのは、年々下がっていってるんですよ。はい。その中でなんで、その、古い考え方の、お花屋さんでも、なんとかやっていけてるのかっていうのは、そのね、お花を買う年齢層っていうのが、40代以上っていうことで、40代以上の人たちの人口ってめちゃくちゃ多いんですよ。例えば段階の世代のね、今の70代から70歳から74歳とか、950万人ぐらいいるんですけども、でも段階ジュニアって言われてる今の45歳から49歳ぐらいも950、60万人いるんですよね。で、その人口が、やっぱりこう、大半をね、日本の大半を占めているので、古い考えのお客様も多いっていうことなんですよね。はい。それは、ね、例えば今日本はキャッシュレスをね、推進しようと思ってやってると思うんですけども、キャッシュレスが進まない理由もそれが、理由だって言われてますよね。やっぱり高齢者っていうのは、またね、新しいものへの取り組みっていうのが、どうしてもね、難しくなってくるっていうね、はい、こともあって、キャッシュレスが、日本はね、なかなか進まないっていう理由があるんですけども、それは、花屋も一緒で、そのお客さんが、高齢者の方っていうかね、40代以上の方が花を使用する人っていうのが多いので、そのね、新しいものに、どっちかっていうと、やっぱりこう、鈍感な年代の人たちに、新しい仕組みで花を買ってくれって言っても、なかなか受け入れられないっていうことが多いんですよ。はい。で、大事なのは、それを理解してね、花屋さんの社長がやってるんであれば、それは正解だと思うんですけども、でもこれは、ずっとこれが続くわけじゃないと思うんですよね。ね、例えば、今の40代から40歳から44歳の方々、はい。そこを境にもう人口ってもうどんどん下がっていく。減っていくんですよね。なんで、ね、お花を買う人口っていうのが一気にガクッとね、少なくなってしまうんですよ。はい。なんで、その時に急にガラッとね、今の20代、30代が、日本の経済の中心になるぐらいなね、だから30代、40代、ね、50前後ぐらいまでですよね。はい。そのぐらいになった時には一気にガラッと世の中変わると思うんですよ。ね。なんで、その時にしっかりと新しい仕組みっていうものに取り組んでいないと、一気にね、お花屋さんっていうのはダメになるお花屋さんが増えてくると思います。はい。なので、そうですね、その古い考え方のお花屋さんに勤めてる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、自分が生き残って、花屋さんでね、生き残っていくためには、やっぱり新しいことを、自分で考えたり、自分で行動を起こしたり、経験をしていかないと、これからは、やっていけないのかなと思います。僕の世代でね、ギリギリこう、
今まで通りのことをやってても、なんとか飯食えるかなぐらいな、もうギリギリの線だと思うんで、今の30代までなると、やっぱり50代入った時に、もう世の中ガラッと変わってると思うんですよ。なんで、今のうちにやっぱり新しいことを勉強して、そのね、よく僕が言う、その技術以外のね、スキルっていうものをどんどん身につけてやっていったらいいのかなと思います。で、例えばね、ガソリンもね、値上がりしてる、花も値上がりしてる、ね、そうですよね、燃料上がれば何でも値上がりするんですよね。そんな中でもね、ただじーっと我慢してるだけのお花屋さんっていうのがすごい多いので、ね、それは今をしのぐことであってね、そこから良くなるってことでは絶対ないんで、はい。で、これからね、人口がどんどん減っていきますよね。人口が減るってことは、花を買う人も必然的に減るんですよ。ね。花を使う人が減るのに花屋は減らないんで、はい。どんどん競争は激しくなってきますよね。はい。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。